大家好、皆さんこんにちは、ボーフェです。今回は超万能アプリ、Notionについてご紹介したいと思います。皆さん、もしメモ帳やワード、Excel、ToDo 管理やカレンダーなどが一つのアプリになっているとしたら、とても便利だと思いませんか？そしてそれが全世界ですでに3000万人以上が利用しているとしたら、使ってみたくないですか？Notion とは簡単に言うと超万能なメモ帳です。今回は Notion は聞いたことあるけどどんなものかわからない。使ったことあるけどうまく使いこなせていない。使い方がよくわからないといった方に向けて、特に勉強にフォーカスして僕の使っている方法を紹介していきます。今回は学生、または試験などを控えている方必見の内容となっておりますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。実際に僕も勉強や YouTube 活動、日々のスケジュール管理などを Notion を使って行っており、Notion が生活の一部になっていると言っても過言ではありません。Notion を使う前より圧倒的に日々の生活の質が上がっているなと感じています。Notion は本当に多機能でお伝えしたいことが山ほどあるんですが、今回はまず知ってもらうために一番基本的な使い方からご紹介していきます。こちらが Notion の画面です。左側にメニュー、右側にページ作成画面となっています。それでは実際にページを作ってみましょう。左側のメニューからページ追加を押すとこのようにページが作成されます。タイトルを打っていきたいと思います。今回は Notion の使い方。こんな感じでページを作っていくことができます。ここだけ見たらワードやメモ帳と同じだと思うのですが、実際に使うとこんな感じで綺麗にまとめられます。それでは実際に記事を書きながら説明していきます。まず Notion ではテキストや画像、リストなど1行ごとのことをブロックと呼んでいます。今、基本的な説明、ブロックについてというふうに打ち込みましたが、この1行ごとのことをブロックと呼んでいます。ブロックはプラスボタンを押すことによって、様々なブロックのスタイルを選ぶことができます。例えば、ToDo リストや見出し、箇条書きやトグルリストなどを作ることもできます。ブロックのメニューを呼び出す方法ですが、このプラスボタンの他にも、もっと早い方法があって、半角ではスラッシュ、全角ではセミコロンなどがあります。このようにショートカットキーとして使うことができます。例えば ToDo リストを入れてみたいと思います。そして Notion の最大の特徴の一つは、先ほど説明したこのブロックを自由に移動することができる点です。このようにドラッグ、そしてドロップすることによって自由に順番を入れ替えることができます。これは手書きのノートを整理しているみたいに思考の流れを視覚的に整理できるため、個人的にかなり気に入っています。さらにこのブロックを横にドラッグすることでページを軽めに分割し、より複雑なレイアウトを作成することも可能です。これによりワードやメモ帳では難しかった視覚的な横並びの情報の整理が簡単に行えます。次に見出しの作成方法についても紹介します。Notion ではテキストを選択し、見出しの種類を選ぶことで簡単に見出しを作成できます。情報を効果的に階層化し、より見やすい文章を作成することが可能です。また、これもショートカットがありまして、ハッシュタグを入力すると見出しの一番大きいサイズになり、ハッシュタグを2つ入力すると、さらにその1つ下の階層の見出しを作ることができます。また、文字の色や背景の色を変更することもできます。重要なポイントを視覚的に強調したり、文章のデザインをきれいに整えることができます。さらにこのページの上の部分、アイコンを追加したり、カバー画像を追加することもできます。これらを設定することによって、一目見ただけでどんなページの内容なのかを認識することができます。続いては応用編。Notion を使って勉強効率を上げる方法を具体的な僕の例を使用しながら説明していきます。僕の場合、このように授業ノート、課題リスト、試験の勉強計画を一元管理しています。この方法だと何をいつまでにやらなければいけないか一目瞭然で計画的に勉強を進めることができます。ここで重要なのが Notion のテンプレートを活用することです。Notion には勉強やプロジェクト管理など様々なテンプレートが用意されており、これらを利用することでより迅速、効率的に簡単に情報を管理することができます。特に初めて Notion を利用する方や独自のフォーマットを作りたい方は、これらのテンプレートを利用することが非常に便利です。例えば、授業ノートは各授業ごとにページを作成し、そこに重要なポイントや自分の理解をまとめています。テキストだけでなく、画像やリンク、
またはビデオも簡単に追加できるので、理解が深まります。次に課題リストです。僕は ToDo リストを使って提出期限ごとに課題を整理しています。Notion のリマインダー機能を使えば、提出期限が近づいてきたことを忘れることなく管理できます。また、試験の勉強計画については、このようにカレンダービューを使っています。これにより、いつ、どの科目を勉強するのか一目で把握できて、計画的に試験対策をすることができます。さて、これまで Notion の基本的な機能や勉強への活用方法についてお話してきました。今まで紹介した以外で Notion ならではの便利なポイントを4つ紹介したいと思います。まず1つ目、僕が Notion を愛用する最大の理由がスマートフォンとパソコン、両方で Notion を使用できる点です。従来の主なワードなどは主にパソコンでの使用を目的としています。これに対して Notion はこのように移動中や外出先でもスマートフォンで簡単にアクセスできます。2つ目の便利なポイントは Notion のレイアウトが高度にカスタマイズ可能な点です。自分だけのホーム画面を作成し、必要な情報を一目で見渡せるように整理することができます。これにより日々の生活や学業、仕事の効率が格段にアップします。僕はホーム画面に授業の時間割や各授業のコースごとのページ、ToDo のマトリックスや活動の記録などを入れています。そして3つ目、Notion には AI を活用した機能が組み込まれています。例えばこのように文章を選択、そして AI に依頼をクリックすると、このように文の要約をしたり、翻訳や修正などをしてくれます。試しに AI を使用してこの文章を校閲してみます。文章を改善するをクリックすると、このように分かりにくい文章も分かりやすい表現に AI が修正してくれます。これは非常にありがたいですね。そして4つ目。Notion はチームでの共同作業に最適なツールです。このようにプロジェクトの進行状況の共有、文章の共同編集、フィードバックのやり取りといったチームメンバー間のコミュニケーションに必要なツールが備わっています。この YouTube チャンネルの運営もすべて Notion を使って管理しています。この Notion なしには僕らの YouTube 運営は成り立っていません。非常に助かっています。以上が Notion の基本的な機能や勉強への活用方法、そして便利なポイントでした。実際に使ってみたいという方は概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらからぜひチェックしてみてください。このチャンネルはこのように勉強方法の他にも中国留学のリアルな日常をお届けしています。他にも様々なコンテンツを制作予定ですので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また、インスタグラムで動画では扱いきれない日常をアップロードしています。そちらもぜひチェックしてみてください。Notion を使ってあなたの学生生活や勉強がより豊かに効率的になることを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。再见。